こんにちは、なおです。今回の動画は特殊コマンドの存在する妖怪技特集になります。先日、マガツム社の妖怪技はボタン連打により斬撃数が増えパワーアップするという動画を投稿しましたが、その後、他の妖怪技でもこのようなことができないのかと思い、全51種すべての玉城を入手し、すべての妖怪技をチェックしてみました。その結果、大半は普通の入力方法しかできなかったんですけれども、中でもちょっと特殊なコマンドが存在するものが10個だけ存在しました。そしてその10個の妖怪技は3つのタイプが存在することが分かりました。1つ、連打で追加攻撃ができるタイプ。2つ、揚力が尽きるまで移動できるタイプ。3つ目、少しだけ方向転換ができるタイプ。連打系のものはマガツムシャ、塗り壁、毒ぬめり、小海坊主の4つ。揚力が尽きるまで移動するタイプはエンラ、ワイラ、和入道、すねこすりの4つ。そして最後、方向転換できるタイプは大入道、両面スクナの2つになります。これら10個が特殊コマンドが存在する妖怪技になります。それでは早速、特殊コマンドの存在する10個の妖怪技、実際に映像を見ながら解説していこうかと思います。まずは、連打で攻撃回数が増えるタイプになります。1つ目はマガツムシャ。詳しくは先日投稿した動画を見てほしいのですが、この妖怪技、通常ですと4発斬撃が飛ぶところ、ボタンを連打することにより、このように斬撃数が増え、最大8発まで攻撃できるようになります。続いては、塗り壁になります。こちらはこのように普通は1回手でバシンと攻撃するだけなんですけれども、連打をすることによりこのようにですね、最大3発まで攻撃を増やすことができるんですね。そしてこの塗り壁なんですけれども、結構気力ダメージが大きいです。実際に敵に向けてちょっとやってみます。一発でこんな感じですね。これを連打するとドーンとこのようにですね、一発でもそこそこ強いんですけれども、3発一気に浴びせることで、雑魚敵なら結構簡単にダウンさせるまで追い詰めることができます。ちなみに上からの攻撃になるので、このように鬼の角に当てることも可能です。ただし腕での攻撃になるので、狙いやすいかというと少し難しいかもしれません。そして最後にもう一つ塗り壁の強さの秘密なんですけれども、消費揚力が1回あたり2しか使わないんですね。3発出したところで消費揚力は6です。大体のボス敵の玉城の妖怪技は1回で8とか6とか消費揚力がかかるので、それに比べるとこの塗り壁、効果が高い割に1回あたりの消費揚力が非常に低く抑えられているため、そういった点でも非常に強力な妖怪技なんじゃないかなと思います。次は3つ目、毒ぬめりになります。普通は今みたいに1回しか毒を吐き出さないんですけれども、連打することにより揚力があるだけ連続で吐き出せます。このような感じですね。マックスで4発ぐらいなのかなとも思います。敵に当てるとこのように状態以上の蓄積量は非常に高いため、別に4発も当てなくても耐性のない敵なら結構簡単に毒以上に毒の状態にできるので、毒の特化装備にしている方はこの毒ぬめりをつけている人も多いと思うんですけれども、毒ぬめりの妖怪はまたちょっとしたこういった使い方もできるので便利ですね。
続いて連打で攻撃の最後は小海坊主になります。先ほどの毒ヌメリとほぼ同じなんですけれども、吐き出すのはこちらは水属性のものになります。ボタン連打でこのように揚力がなくなるまで吐き出せるという点も毒ヌメリと一緒です。毒を相手にかけたいのか、水属性やらにしたいのか、それでこの毒ヌメリと小海坊主は使い分けてください。次のタイプは方向スティックを入力することにより揚力が尽きるまで移動し続けられるタイプになります。そしてその一つ目は円円羅になります。こちらの技ですね。今は R2 と、今私の場合だと三角ボタンなんですけれども、こちらを長押しするとその場でずっと揚力がなくなるまで技を出し続ける形になるんですけれども、そうではなくて妖怪技を入力した後、すかさず方向キーを倒してあげるだけで、このように揚力が尽きるまでずっと技を出し続けて移動することが可能になります。ちなみにここは修行場という揚力が勝手に回復するちょっと特殊なステージなので、今のように長時間技を出し続けられるんですけれども、普通のステージでは揚力が尽きると同時に技も切れるので、そこは違うので注意してください。で、この円円羅のこの技なんですけれども、移動しながら攻撃し続けられるということで、相手が多少ガードして後ろに下がってもそのまま追い詰めていくことができます。またこのようにですね、意外とヒット数が多いので、今は全く装備等は全然整えていない状態なんですけれども、装備オプションといろいろいじってあげると、すごく強い技になります。ぜひ、この円円羅のこの技、使ってみたいという人は、装備オプション等もきっちり整えてあげてから使ってみてください。はい、それでは移動タイプの2つ目。次は和入道になります。円円羅とかなり似ているんですけれども、こちらの技の方が火の状態蓄積量が少し上で、また火属性ダメージも円円羅よりこちらの方がちょっと高いです。敵に当ててみます。そこまで小回りが利くというわけではないので、相手がちょっと素早く逃げると追い切れないところもあるんですけれども、火の蓄積量が非常に多いというのと、火属性ダメージもそこそこ当たっているというのが分かったんじゃないかなと思います。はい、移動タイプ3番目はすねこすりになります。こちらはいろんなステージにいる皆さんご存知だとは思うんですけれども、玉城もしっかり存在して妖怪技もこうやって使うことができます。ぐるぐると。今紹介した円円羅和入道と同じく、移動し続け、その間ダメージも与えられるという技なんですけれども、先ほど紹介した2つと比べて非常にダメージも低く、小回りも見た目以上に効かず、決して強い技ではありません。ただし、この何とも言えない可愛らしさとか癒しを求めている方にとってはおすすめの技になります。ちなみにこのすねこすりの技、妖怪技で人間相手に気力切れにすると、このように敵をダウンさせることもできます。そして最後の移動系の技ですね。ワイラになります。これは今紹介した3つと違い、移動中は攻撃ができません。このような感じで地面に潜るんですね。もちろん出てきた時の攻撃は敵にダメージを与えることはできます。こちらの技は使い方としては、もちろん敵を攻撃するというのもありなんですけれども、
どちらかというと敵の集団に囲まれた時に安全にそこの場所から離脱するなんていう使い方の方が役に立つのかもしれません。ちなみにこの移動できるのを使いうまくすると敵の背後を取ることも可能です。ただし簡単ではないので、そこら辺はちょっと技術が必要になるかもしれません。特殊コマンドの存在する妖怪技、最後のタイプは方向転換ができるタイプになります。これには2つの妖怪技が該当しました。1つ目は応入道になります。これですね。こちら普通に今技ボタンを入力したんですけれども、方向スティックを倒さなくても勝手に前へ進んでいきます。こんな感じですね。で、方向スティックを倒してあげることにより、この方向を若干変えられるということですね。はい。こんな感じですね。移動距離等は先ほど紹介した移動タイプに比べると短いし、ずっとこう攻撃続けられるとかっていうものでもないんですけれども、このちょっと方向転換できるっていうのを知っておくと、敵がさっと横にずれた時にこう追撃が可能になるので、少し便利かなと思います。そして最後ですね、方向転換ができるタイプ2つ目は両面宿儺になります。こちらですね。今のは普通に技を出した形です。これに方向スティックを入れてあげると、こんな感じで応入道と同じく若干方向を変えることができます。ただこちらも先ほどの応入道と同じく技の時間自体を増やしたりどうとか攻撃回数が増えたりとかではなく、単純に方向を変えるだけなのでほんのちょっとした技になります。ちなみにこの両面宿儺なんですけれども、二属性攻撃になっています。炎と水の属性ダメージが入っているのが確認できたと思います。これにより比較的簡単に耐性がない敵であれば混沌やられにすることができます。敵を混沌やられにしたいときには結構有効な妖怪技になります。はい、いかがだったでしょうか。連打系は攻撃回数が増えるのですごいわかりやすいですよね。ただしその分消費揚力も増えるので、そこだけ注意してください。消費揚力分の揚力値がないとどんなにボタン連打しても普通の技しか出ないので、そこだけ少し注意が必要になります。次に移動系なんですけれども、敵がガードなどをして下がった際に追い詰めていけることができて非常に便利な技になります。ただしこちらも注意することが一つあって、間違っても普通の妖怪技みたいに R にプラス四角なり三角なりを1回押すだけの普通の押し方はしないでください。これ1回すると揚力だけバッと5なり6なり一気に消費されるだけですぐに妖怪技が切れてしまい、非常に危険な状態になってしまいます。移動系の妖怪技はそこだけ注意してください。そして最後、方向転換タイプですね。これはまあそんなにぶっちゃけ知ってると知ってないとでそんなに差が出るものではないんですけれども、ちょっとした時に敵に攻撃を当てやすくなるんじゃないかなと思い、今回紹介させていただきました。以上、特殊コマンドの存在する妖怪技の紹介でした。今回紹介したのは10個だけだったんですけれども、今後のダウンロードコンテンツで新しい玉城が追加されたら、その分また妖怪技は増えることになります。きっとですね、今回紹介したタイプ以外のものが新しく出てきたりとか、すごく強いいい妖怪技がきっと今後のダウンロードコンテンツで追加されるはずなので、その際にはまた動画にて紹介したいと思います。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。